休み過ごしたんで。そうですね。なんか変なので買うかな。牛すしとこんにゃくの煮込みなんです。これが神戸の長田のソウルフード名物ですね。3つ4つぐらい、大体1日でこれ平日だと1タッパー半ぐらい。目が痛くなるんですよね、これ。すごいしみるんですよ。
はお好みで使う豚バラロースですね。ちょっと長さが長いんでお好み焼きのサイズに合わせていつも切ってます。茹でるんで大体3キロちょっとぐらい、ぶっかけ、まあこれから炊くんですけど1回分ぐらいのお肉。ひたすらぼっかけで使うように細かく一口ぐらいに切っていきます。震災前は一番お好み焼き屋が日本で一番密集してた町らしいです。大阪でもない広島でもない焼き方で、食べたら分かると思いますけどちょっと衝撃受けると思うんです。ああ違うっていう。ホルモンを油で揚げて乾燥させたやつです。大阪の南河内から取り寄せてます。工場がこっちにないんですよね、これ作ってる。お好み焼きの具材だったり焼きそばに入れたり炒め物に使ったりっていうのが、これスライスしていきます。コクですね。ホルモンの油が、焼きそばの麺に入ったりとか、こんな感じのぶつ切りで炒めてポン酢で食べる油かすいか塩っていう料理もあるんですけど、そっちの方がより油かすを感じられる料理になっている。ソースを作った時に下にたまる濃いところがで、そこを使った辛い、濃い味ですね。で神戸のうちはオリーバーソースを使ってますね。ソースのメーカーだけで 4,5 個あると思うんで、はい、ドルソースだけでも、はい、まあ先月も行ってきましたし、長田のやっぱお好み焼きとか大体地域に根付いた感じで、おばあちゃんとかがいてすごい気さくに喋ってくれるので、ね、はい、そういった良さは伝えていけたらいいなとは思いますね。
ショウダ油。これは黄金です。生原酒ですごいフルーティーな味わいのお酒です。あとは面白いので言うとお好み用のワイン。これが土曜日とか日曜日とかお昼から営業してるとこれが 1.5 回分ぐらい1日で火つけちゃいますね。どっちかといえば、広島に近いは近いんですけれども、大きく違うのは潰したりしないんですよね。広島の方は、水分飛ばして、うまみを出すっていうのがうちはどっちかというと蒸し焼きなんで、ひっくり返した時にあんまり触らないで蒸し焼きにして、キャベツのうまみを出すっていう、それが神戸の長田で。今度ないよ。今さっき来たばっかり。飲まれるかな。そうだよね。じゃあすみません、乾杯お願いします。いただきます。いただきます。ドキドキしちゃう。痛まってください。ここで育てられたんですよ。取れるようになったのが。だって今年メーカーで、だってもう2週3週ずっと本当だよ。休み一緒に過ごしてて。そのぐらいの。
3週連続飲んでますね。いいな。いや、私も本当ありがたいです。ありがとうございます。今鮮度会社に買い物入ってまず断らない。断らない。いいようが流行って。13日だけ終電の帰ってもらったら大丈夫ですよ。大塚じゃないの？僕は外で続きじゃない。分かってたの？分かってたっていうか、いや、分かってないけど付き合ってたらいいな。付き合っていくのはいいな。そう。コロナ。コロナの時に学校行かずにここで働いてたんで。そこまで癖はないから出れないかも。どちらですか？そう、この7階に入ってます。看板出てます。あ、この間本当にちょうどそこ行ったんですよ。青さんのことでコーストーン見てますね。成長お世話になってるんで。今の1から10まで。本当にお家とかも結構お邪魔してるんですよ。そうですね。いや、何も買ってないですけど、なんか変なので買うのが。もう子供の時とか買ってたから。なんかね。中さんっていつから野中さん1回で飽きた。なんかも抱きついてもう早く次飽きちゃった。次孫さんに抱きついてる。2階で飲んでさ、もうその際は。あと2階じゃないけど。いや、本当にそうなんですよ。ね。今日明日お休みなんですけど。みんなで飲んで帰ります。一緒なんです。
先輩もそういうことなんですよ。確かにいるかもしれない。仕事する人になれば一緒にバス代まで行こうか。福岡行ってたんですよ、社員旅行で。もう社員旅行？何人ぐらいの会社なの？60人いない。2回しかやってないんですけど、具材全部あってもうエビとかカレーとかにしてますか。新小岩に住んでる人悪さが綺麗なので。で、遠足？泊まりで？キムチとホルモンを炒めるホルモンポッカっていうのがあるんですけど、ポッカね、焼くとか炒めるって意味ですね、韓国語で、はい、ちょっと韓国の方のいろいろテイストが入ってるので、神戸、長田の方とかって。そうしていただいてます。ここで毎年のキャンプ。なんでも全然勘違いする。だとしたら止めた方がいい。ありえない。本当は結構前まで言っても、うちってやっぱりね。本当は結構前まで言ってても、ずっとみんなに黙ってる。あの時じゃない？いや、まあ、そのくらい？これホルモンキムチ炒め。これちょっと一口いいです。整理7時だよね。さっぱりですけどね。ポン酢がおろしだしね。つながりましたね。つながりですよね。ゆまみもよく買い物とかに塾とかも行ってたし、ピアノ教室ヤマハにも通ってた。英語で見られる。あ、勢力だ。息子さんです。全然大丈夫。油かす生かした。全部そのまま入れるの。そうそう、はい。ありがとうございます。ポン酢で召し上がはい、いりただきます。いただきます。いや、何も買ってないですけど、なんか変なので買うのが。もう子供の時とか買ってたから。じゃあ2階にプレーンを持ってって、
からね。ネギもかけちゃう？うん、大丈夫、かけて。売れなかったんですよ、そば飯が東京で。全くそば飯をどうやったら東京のお客さんにこう喜んで食べてもらえるかっていうことを考えて提供の仕方を変えました。お客さんのインパクトが変わって、でそば飯でリピートがどんどん増えてきた感じですね。美味しそう。じゃあこっちカレーです。ドロソース合うね。これでもかけた方が美味しいんですよ。辛くて。ご飯にもなるし、おつまみにもなるっていう、もうこれ最強ですよね。お酒飲む人とか絶対好きだと思う。昔神戸の長田の方と知り合ってお好み焼きに出会ったんですよ。まず知らなかった、神戸にお好み焼きが有名なとこがあるっていうのを知らなくて、食べたらめちゃくちゃ美味しくて衝撃を受けて、こんな美味しい知らないお好み焼きがあるんだと思って、もともと鉄板焼きとかお好み焼きやりたかったんで、ちょっと手伝ってくれませんかっていう形で始めた。まずこの鉄板お好み焼きから好きになって、神戸のことちょっとよく知ろう、長田のことよく知ろうと思って、もう毎年こう見に行ったりとか食べに行ったりとかして、だんだんそういう愛は強くなってきましたけど、はい。神戸の方とかも結構来るので喜んでいただいてます。最初はちょっといろいろ文句言われましたけどね、やっぱりどないなもんやみたいな感じで言われましたけど、勉強しながらもっと広めていきたいですね。神戸のお好み焼きって言ったらここっていう、武蔵小山の長田一心って言われるようになりたいですね。はい。